大変立派な富山駅、新幹線改札の目の前に路面電車乗り場があります。これだけ日本離れした光景は珍しいのではないのでしょうか。皆さんこんにちは、ぶらり鉄旅チャンネルです。今回は富山駅に乗り入れる路面電車を見ていこうと思います。すでに入線待ちしている電車が2本もいますね。凄まじい頻度で電車がやってきます。ホームは電車でいっぱいです。南富山駅行きの電車が発車しそうです。岩瀬浜駅の電車がやってきましたね。岩瀬浜という駅は変わった生い立ちでして、昔は JR 富山高専の駅だったのです。かつては富山駅から岩瀬浜を結ぶ路線、富山高専が JR によって運行されていました。当時はいわゆる地方のローカル線といった感じで、運行頻度は数十分に1本と、利用客数も少なく2006年をもって一旦廃止となったのでした。そこでこの線路を LRT、いわゆる路面電車に転用しようという話が持ち上がり、現在では富山地方鉄道の路線として大成功を収めています。富山市内にはもともと路線図右側にある、富山機動線という路面電車が昔から走っており、2020年までは元 JR の富山高専と市内機動線は分断されていましたが、富山駅の高架化と合わせて、今では南北が一つの路線として運行されています。この富山駅では複雑に、かつ規則的に運行されています。基本の路線はオレンジ色、2系統の路線です。これは右上、南富山駅前から富山駅にやってきてスイッチバックします。そして富山大学前を目指して走ります。さっき説明した岩瀬浜方面からの列車は乗り換え不要で市内のそれぞれの駅に向かいます。また、水色の環状線というものもあって、これまたスイッチバックをする走り方をします。環状線は単線区間があって、お城のすぐ周りを走るのでこれまた楽しいのです。早速列車がやってきました。南富山駅前駅なので、これは富山大学前からやってきた電車ということがわかります。古い電車が、近未来的なホームに入線していきます。到着してすぐ、運転士さんは向こう側からこっち側の運転台にやってきて休む暇なく折り返していきます。なかなか面白いですよね。ちなみに、この駅から南富山駅前に行く時刻表はというと、驚異の本数ですよね。8時台は11本、日中でも8本が発車するようです。これがたった南富山駅前駅の時刻表っていうのがすごくないですか。他にも様々な行き先の列車もあります。そうそう、この駅の分岐器は変わった仕組みでして、よく見ていてください。今は直進するように進路ができているのがわかりますか。ですが右から列車がやってきました。本来は危険ですが、これはスプリングポイントといって、ここでは画面向こう側からやってきた列車は線路を押し上げてそのまま通行できるようになっています。ちょっとマニアックすぎますかね。この列車は岩瀬浜駅なので、駅を突っ切って向こう側のホームに停車します。ホームの真ん中に構内踏切があるので、一旦停止します。さて、環状線の電車がやってきました。この列車の動きに注目してみましょう。ホームには富山大学行きの列車が停車中で、まずはこれが出ていく必要があります。こうして富山大学前駅の列車が出て行って、ホームが開きました。するとすぐに環状線の列車が入ってくるはずです。来ましたねー。右側のホームに入るようです。目の前には踏切？横断歩道といった方が正しいですかね。そこに信号機がありまして、しきりに渡らないでください、と放送されています。
こうして、環状線の列車が無事入線してくるというわけです。環状線の後続の、南富山駅前駅の列車もやってきました。こっちは古い車両ですね。新しい車両は段差もなく快適です。こんな頻度でも、混む時は本当に混みます。新しい車両は車両をたくさん繋いでいるので助かるんですよね。さあ、次は富山大学前駅ですね。方向幕には大学前としか書いてないのが雰囲気がありますね。画面奥の交差点は直進方向と左折方向に線路が分かれていまして、ここで合流して富山駅にやってくるといった感じですね。少し交差点に近づいてみましょうか。絶え間なく電車がやってきますが、ほとんどの列車は左折か直進かの2方向です。ここで合流して一つの線路となり、富山駅に流れ込んでいきます。ですがどうでしょう。よく注目すると、画面左方向から奥に繋がる線路がありますよね。先ほど路線図で言えば、すべての列車は富山駅に止まるので、ここをショートカットしないはずなのですが、調べてみると、この線路は南北分断時代に市内線が走っていた線路らしいです。今の運行形態では営業列車がここを走ることはないと思うんですが、1日1本走ることがあるんですかね。今でも複線で整備されています。直進するとさらに奥に分岐があって、環状線と富山大学前駅の列車がそこで二手に分かれます。この時は環状線をよく利用しました。市内観光には環状線が便利です。左手の線路は南富山駅前駅です。環状線は一方通行なのでここは通りません。さて、岩瀬浜方面から南側を眺めてみます。この駅は乗り場が8面、線路4本の8面4線の駅のようです。中央の島の部分は降車専用にして、うまく動線を分けていますね。振り向くと北口方面が見えます。昔は線路が繋がってなかったので、もっと不便だったはずです。北口の広場も立派に整備されています。JR が地上を走っていた時代には、この辺りに線路があったはずです。北陸本線時代もとても良かったですね。でも、新幹線になってもっと便利になりました。線路の横断部分には信号機があります。近未来的でなかなか楽しいです。北陸本線時代は今立っている場所に停留所がありました。ストリートビューで当時の姿を見ることができます。この空き地っておそらく廃線跡だと思うんですよね。廃線跡特有の空き地の雰囲気なんですよね。これ。ということで、北口をバックに終わりたいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。